呪われた鐘の伝説。セニョール、この物語は、かつて王宮の時計鐘であった呪われた鐘についての話でございますが、あまりにも多くの始まりを持っておりまして、本当の骨組みに迫るには、何人もが一斉に違う冒頭部分を同時に語るほかないほどでございます。お分かりでしょう。この鐘にかかっていた呪い。それゆえこの鐘は異端審問書の審議会コンセホにかけられ、コンセホによりその邪悪な舌をもがれてスペインからこの国へと追放されることには、それ以前にあちこちで別の形で用いられていたいくつかの呪いから成り立っておったのでございます。それゆえある始まりはムワ人から、別の始まりはドンヒルでマルカダンテから、また別の始まりは悪魔ニ体の甲冑から、そしてさらに別の始まりは十字架。その中で何百年もの間、それらの呪いは囚われておりましたから、すべての呪いが解き放たれて、この一つの大きな呪いに解き合わされたところから始まるのでございます。それは聖なる象徴である十字架が再鋳造され、その金属でこの鐘が作られた折に起こったのでございました。ムワ人について、セニョール、私は多くを申し上げられません。私が彼について知っていることは、彼にはムスレフという悪い名前があったこと、異教徒であったゆえに、当然の報いとしてキリスト教徒の騎士に殺されたこと、その騎士が彼の首を切り落として、出来事の心地よい記念として家に持ち帰り、成し得たことを大いに喜んでおったということだけでございます。残念なことに、この騎士はこのムワ人の甲冑も家に持ち帰ったのでございます。それは青銅製で、誠に奇妙にして美しく仕上げられておりまして、明らかに悪魔の手による鍛造と惜しきもの、さらにそれを身につけていた者が異教徒であったがゆえに、悪魔の力を一層込められた品でございました。そして、さらに残念なことに、彼は甲冑をキリスト教の神父にふつまさせて清めることを怠ってしまったのでございます。それゆえ当然のことながら、悪魔どもは甲冑のうちにとどまり続けたのです。機会があればいつでも騒動を起こせるように。ドンヒル・デ・マルカダンテがどのようにしてこの呪われ悪魔に疲れた甲冑の所有者になったのか、セニョール、私は耳にしたことがございません。おそらくたまたまそれが彼の体にあったので買ったのでしょう。そしてまさに彼が並外れて罪深い若い紳士であったがゆえに、その上にあった呪いとそれに含まれる悪魔は毛筋一本も狂わず彼に来たりと会っておったのでございます。このドンヒルはトレドで法律を学ぶ学生でした。けれども学業は彼が最も心を向けないことどもでして、その送る生涯は立派な兄の知熟、優れた母君の絶望でございました。彼は実会のすべてを習慣的に破り、しかもあまりに大胆に振る舞うので、町中が彼の悪行と犯罪の話で持ちきりでありました。さらに彼は粗暴な気質と生まれついての喧嘩好きで、ほんのわずかな反論にも口がサソリと蛇とヒキガエルの巣であるかのように冒涜と呪詛の濁流をほとばしらせ、たちまち剣を抜いて言葉の応酬から名乗り合いへと急いで移行する性質でございました。彼が善良に最も近づくのは、自ら仕掛けた喧嘩で誰かを殺した後のことであり、そういった折にすら気性は脆いものでしたから、彼は心地よい仲間とは見なされず、友も少なかったのでございます。このドンヒルは悪魔と最も親密な交わりを持っており、それは様々な仕方で証明されました。例えば、決闘で受けた傷が瞬時に閉じて自然に治ること、
暗闇の最も深い夜に悪行働きに出かけた折、太い鉄の格子をまるで絹糸であるかのように引き分ける姿が目撃されたこと、激怒の折に男に投げつけた石が幸いにも当たらなかったその石が落ちた場所で何日も焼けるように熱く残り続けたこと、さらに夜更け彼の住居の大層秘密で隠された場所で主たる悪魔が必ず加わるおぞましく恐ろしい冒涜の儀式に身を捧げていることが広く知られておりました。これらの事実が同種の事実とともに異端審問所の知るところとなり、彼が魔術師であることが見て取られたのでございます。それゆえ彼は悪魔利体の甲冑、彼が用いることで新たな呪いがまた付加されておりましたを身につけたまま、異端審問所の独房へと連行されました。次のアウトデフェ家系式の木を捉えてきちんと正式に焼くべく、彼を確実に拘束しておくため、大きな鎖で縛られ、その鎖は独房の壁にしっかりと打ち込まれた頑丈な留め金につながれたのでございます。けれども、セニョル、悪魔は時に己がてのものを救うものでございます。ある朝、ノバンが普段通りドーヒルの独房へパンと水を持って参りました。独房の戸を開けると、彼が見たのはいつものごとく甲冑姿のドンヒルがパンと水を待っている姿だと信じたのでございます。けれども次の瞬間、彼が見ていたものは甲冑姿のドンヒルではなく、ただの空っぽの甲冑が直立している姿だと気づきました。そして留め金は引き抜かれており、大きな鎖は断ち切られており、ドンヒルは消えていたのです。そしてその時、ノバンが即座に発狂してしまうほどの恐怖を覚えた折、空の甲冑がゆっくりと独房の中を行ったり来たり歩き始めたのでございます。その時のドンヒルは二度と地上で姿を見せず、消息も絶ちました。それゆえ地上ではアウトデフェで彼を焼く時が来た折、模造で焼くしかなかったのでございます。けれども悪魔が彼をどこへ連れて行ったかには疑いの余地もなかったので、みんなは彼が他の場所できちんとした個人的な豪華に焼かれていることに十分満足したのでございます。それからセニョル、異端審問所は誠に賢明なご判断のもと、悪魔に疲れて二重に呪われたあの甲冑を溶かし、十字架に再鋳造することを命じたのでございます。祝福された聖なる象徴の力が呪いを鎮め、悪魔どもをじっと静かに留めておくであろうと知っていたからでございます。それでその命令は実行されました。その賢明さは、悪魔と呪いとは十字架の材料には不向きではと一部から疑問を呈されておりましたが、聖堂が炉の中で液状となるや否や明らかとなりました。というのも、燃え盛る煮えたちの真ん中から驚き恐れる職人たちのもとへ悪魔の笑い声と聞くに耐えぬ呪詛とおぞましい冒涜が放たれたのでございます。続いて金属が鋳型に注がれてゆくにつれて反抗の激しい抗議の叫びが上がり、それから金属が固まり十字架の形に定まるにつれて、すべての悪魔的な劇場は収まり、最初は半ば窒息した苦悶の叫びへ、次に混乱した嘆きへ、そしてついにはかすかなすすり泣きのうめき声へと溶けていったのでございます。こうして悪魔と呪いは取りなされたのです。そして十字架、それらをその聖なる実質のうちに閉じ込めたままは、ちょうどその折に十字架を必要としていたマドリード近郊の小さな町に建てられ、何百年もの間、そこで有用に佇んでおったのでございます。その時代の終わりに、
その頃にはもうその十字架の中身を知る者はみんな亡くなっておりました。マドリード近くのその町の小修道院の院長から十字架を譲ってほしいとの申し出がありました。これを溶かして金を鋳造したいというのでございます。院長は立派なお方で本当に金が必要でしたから、その願いは聞き入れられました。それで彼らはその十字架から誠に美しい鐘を作り上げました。一方の面には相当の和紙、もう一方の面にはカルバリオ受難像、上には吊り下げのために王冠の形をした横木を支える未踏の手の獅子、そしてそれを小修道院の小塔に吊るしたのです。院長と修道士たちはみんな大層喜んだのでございました。けれども、その立派な院長と同じく立派な修道士たちは長くは喜んでいられませんでした。セニョール、なぜなら呪いと悪魔どもは再び解き放たれていたのです。そして新しき悪行の機会が彼らに到来したのでございます。ある真っ暗な夜のこと、何の前触れもなく街中が激しく鳴り響く鐘のけたたましい音で目を覚ましました。一瞬にして騒ぎの原因を突き止めようと、みんなが夜の闇の中へ出てまいりました。神父様セニョール・クラ、省長セニョール・アルカルデ、取り手アルグアシデス、院長、修道士たち、そして町中の最後の一人に至るまで辺りを見渡しますと、騒ぎの原因は修道院の新しい鐘、それがあまりに激しく鳴り響いて夜の闇を音で汚していたのでございます。恐怖がみんなを襲い、小塔の戸が施錠されているのに鐘が一人でになっていると判明した折、みんなの恐怖はさらに大きくなりました。というのは、これでは悪魔以外の何者もこの件に関わっているはずがないという恐ろしい事実が明らかになったのですから、セニョール・アルカルデだけは大層勇敢な紳士で悪魔をあまり信じていらっしゃらなかったので、その結論に納得しなかったのでございます。それゆえセニョール・アルカルデは戸の錠を解かせ、松明を手に小塔に入りました。そして見つけたのは、まるで12人の男に惹かれているかのように狂ったように上下する鐘の綱でございました。けれども綱を引いている者は誰もおりません。その光景は彼の神経を多少揺さぶりました。けれども勇敢さゆえに彼はただ十字を切るだけで足を止め、小塔の階段を勇ましく登っていったのです。けれども鐘楼に到着して見た者に彼は思わず立ちすくみました。鐘は嵐のように鳴り響いており、その近くに目に見える手は何もなく、鐘楼で見つけた唯一の生き物は尾を膨らませ気を逆立てた一匹の大きな黒猫でございました。その邪悪な動物は緑の目を松明の明かりにぎらつかせて一瞬彼を悪意ある目で睨み、それから彼を飛び越えて駆け下りていったのでございます。セニョール・アルカルデはもはや鐘が悪魔によって鳴らされていることを疑わず、自身では悪魔をどう扱えばよいかわからなかったので、鐘楼から下に向かってセニョール・クラに声をかけ、上がってきてこの剣を引き受けてくれと頼みました。それでセニョール・クラは両手で勇気をかきたてながら鐘楼に上がってまいりました。聖水巻きの水びしゃくイソポを持参し、鐘に聖水を巻き始めたのでございます。彼にはこの厄介極まる事態の中で見つける最善策に思えたのです。けれどもそれをすることはもちろん最悪の手でした。なぜならお分かりでしょう。セニョール、悪魔どもは聖水で焼かれること、聖水が悪魔に与える効果でございますに耐え難い怒りを覚え、痛みのあまりますます激しく鐘を鳴らしたのでございます。
それでセニョール・アルカルデとセニョール・クラは悪魔を鎮めることはできぬと悟り、試みるのをやめることにしました。それで二人は鐘楼から共に降り、そして彼らも共にいたみんなも夜の闇を十字を切りながら去り、家と戻れたことを安堵したのでございます。翌日、セニョール・アルカルデはこの県全体について正式な審問を行い、町の人々と修道士たちを呼び出して一人一人を綿密に問いただしました。審問の結果は、修道院の鐘番が鐘を鳴らしていないこと、他の修道士の誰一人も鳴らしていないこと、町の人々も誰も鳴らしていないことを確かめる結果となりました。それゆえセニョール・アルカルデとその傍らのセニョール・クラ、こういう件における彼の意見は重要でいらしたのですは、悪魔がそれを鳴らしたのだと判断しました。そしてその判断はみんなに受け入れられました。なぜなら最初からみんなそう信じておったからでございます。それゆえこういった悪魔的諸行は王国全体の福祉に影響を及ぼすものですから、起こったことの正式な報告書がコルテス議会に提出されました。コルテスは報告を真剣に検討した結果、この件は教会的事項であると見て取り、異端審問事用の審議会コンセホに付託しました。コンセホの面々は順を追ってすべての事実を検事フィスカルが整理体系化し、それに対する意見書を作成するよう命じたのでございます。極めて綿密な人物だった検事は、大層真剣にこの仕事に取り組み、1年以上もそれに従事しておりました。最初に彼はスペインの法書のうち金について書かれているものを残らず読みました。アロンソ・ケゾーの教えてパルティダスから下ってまいりました。それから入手可能な外国の法書のうち種について書かれているものを読みました。次にこうして得た知識に照らし、自分の検討に付された事案の事実を整理体系化し、それに対する意見書の執筆に取り組みました。そしてついに彼はコンセホの前に出て、自身の意見書を初めから終わりまで読み上げたのでございます。丸一日かけて検事は意見書を読み続け、続く翌日も、その翌日も、さらにその翌日も、そして4日目の終わりに、彼は意見書の朗読を終え、着席いたしました。検事の意見はと申せば、悪魔が鐘を鳴らした、というものでございました。コンセホは検事が読み上げた内容について3日間にわたって討議した後、その意見書を正式に承認し、これに基づき次の3つの結論に達したのでございます。1、鐘の明度は良きキリスト教徒にとって重要事ではない。2、鐘は悪魔に疲れているがゆえに、その下をもみ取り、再び一人でに悪魔の業としてなって、人の魂を危うくすることのないようにするべし。3、鐘は良きキリスト教徒にとって危険であるがゆえに、スペイン王国からインディアス西インド諸島、新大陸へ追放し、永遠に下のないまま海を越えて行けにとどまるべし。それでこの賢明な判決は執行されました。悪魔に疲れた鐘は小修道院の鐘楼から取り下ろされ、その邪悪な舌はもみ取られました。それから死辱と侮辱とともに海岸へと運ばれ、メキシコ行きの艦隊フロタの船の一隻に積まれ、メキシコへと無事に到着したのでございます。統治についてからは、その処分について何の指示も伴っていなかったので、ベラクルスから首都へと運ばれ、王宮の回廊の片隅に置かれたのでございます。そしてそこでは、魔術が宿ると知られている鐘に手を出すのはみんな遠慮しておりましたから、何百年もの間、静かに置かれておったのです。その同じ片隅に、
セニョール・コンデ・デ・レビリアヒヘド、わずか100年ちょっと前のことです。が、副王になられた折にも、依然として金は置かれておりました。そしてその勢力旺盛な紳士は、それを見るや否や、どんなものも人も無意に錆びさせておくのを好まれませんから、下さえいでれば使える金がなぜ有用に使われていないのか、急いで知りたがったのでございます。しばらくの間、金について呪いがかかっている以上のことを誰も彼に語れなかったのですが、その答えは彼を満足させませんでした。彼の極めて実利的な心において、呪いは大したものとは数えられなかったからでございます。最終的に書記局の大層年配の書記が金の真の物語を彼に語り、文書庫の奥深くから古びて黄ばんだ用皮紙を持ち出すことでその真実を裏付けたのでございます。それはコンセホの判決を受けた金の下をもみ取り、永遠に下のないまま海を越えて有形にとどめよとの王の正式な命令書でございました。その命令書を前にしては、コンデ・デ・レビリア・ヒヘドですらも、セニョール、新しい舌を金に入れて、再び通常の業務に就かせる勇気はございませんでした。けれども彼が成したことは、ほとんど同じことに行き着いたのです。ちょうどその時、彼は王宮の修繕、副王ドン・ガスパル・デ・ラ・セルダの時代に焼け落ちて以来、100年も惰性で続いていた修繕、急ぎ完成へと推し進めておられました。その修繕の中に王宮の時計の取り替えがありました。さて、時計金というものはですな、セニョール、舌を要しません。外側から土で打って鳴らすのですから。それで気の利く頭をお持ちのコンデは即座にこう見抜かれたのでございます。あの金を時計金として用いれば、王の命令を犯さずして再び有用に使えるではないかと。それで彼は即座にそうしたのです。そしてこれがいかにして王宮の時計があの呪われた金を背負わされる死にとなったかの経緯でございます。けれども私の聞いた限りでは、セニョール、この金は時計金としては完璧に規則正しく適切に振る舞っておりました。おそらくは金の中の悪魔どもが年老いて危険に代をなすことができぬほどになり、金にかかっていた呪いも時とともに弱まったからでございましょう。私自身、少年の頃も若者の頃も、この金がいつも時を違えず務めを果たすのを聞いておりました。干渉期にあらゆる物事に首を突っ込んだあのおせっかいなフランスどもが、別の金をその場所に据えてこの金を溶かさせると決めなかったなら、間違いなく今もその務めを果たしていたことでしょう。金を溶かした際にその金属がどう処理されたか、セニョール、私は存じません。けれども私の知り合いの老い者氏から聞いたところでは、何も処理できなかったと。なぜなら彼が断言したところによれば、金を溶かした折、その金属が炉の中ですって再鋳造を拒んだのでございます。それが事実であるなら、セニョール、まるであの金の中の悪魔どもをすべて、ムワ人から悪魔に体の甲冑からドンヒルデマルカダンテから来たあの悪魔どもが、おいてもなお邪悪のための力をいくらか残していたかのように見えるのでございます。